どうも皆さんこんにちは、あきらです。今回はですね、じゃじゃん、インスタ360さんからね、新しい360度カメラの X5 が新しくね、発売となりましたので、ちょっとこれをね、レビューしていけたらなというふうに思っております。去年ですね、こちらですよ、はい、X4 をね、もうレビューしました。まだ1年ですよ。1年でまた進化しまして、今回ね、どちらかというとフラッグシップ機に当たるですね、X4 よりもさらにもっと動画クオリティをアップさせたりとか、より使いやすくなってたりするんですよね。あとはチャレンジしやすくもなってるんですけど、そういった進化がありますので、今回詳しくね見ていけたらなというふうに思っております。いやーすごいですね、開発頻度が。インスタ360さんってさ、もうめちゃくちゃ開発頻度も早いし、もうおもろい製品がたくさんあるんですよね。僕もねたくさんレビューさせていただいてて、ポットから取り出せてね、どんなところでも使えるようなアクションカメラである Go3S であったりとか、あとはね超綺麗な 8K 映像が撮れるようなアクションカメラの Ace Pro 2であったりとか、あとはもうスマホジンバルといえばこれと言えるぐらいね、すごい高性能なね Flow 2 Pro であったりとかね、そんなインスタ360さんの主力製品ってね、360度カメラなんですよ。で、この360度カメラの X3 というのがですね、もう100万台以上売れたみたいで、もうめちゃくちゃ大ヒット商品なんですね。で、それが去年 8K になって X4 が登場して、また進化したというところで、今回ね、進化ポイントとしては簡単に言うと暗所性能とか、あとはバッテリー持ちがね、向上したりとか、あとはレンズをね、取り外しすることができたりとかで、結構ね、しっかりしたアップグレードがありますので、実際にね、詳しくね、見ていけたらなというふうに思います。それではまずは進化したスペックについて、まとめてみましたので、ちょっと見てみましょう。こんな感じです。今回新しくセンサーがね、大きくなりました。1.28 分の1センサーで大型化しましたね。X4、X3 はね、2分の1センサーだったので、センサーサイズが大きく変わった。ここがね、一番大きくね、画質に直結するところになりますよね。で、スローモーション表現もね、ちょっと改善がされました。この X4 は 4K100fps までに対して X5 は 4K120 までいけるようになったので、よりね、5倍スローかなになったので、4K でもスローモーションをね、より滑らかにすることができるという風になりました。で、あとはバッテリーのね、容量が増えたことによりまして、このね X4 のバッテリーがこんな感じのバッテリーですね。で、こちら X5 がこんな感じ。はい。一見ね、あんまわからないと思うんですけど、ちょっとこれサイズ感がわずかに変わっていて、で、容量もね、変わってるんですよね。2400mAh になりましたので、これ後ほど検証結果をお伝えしますが、結構ね、向上していました。で、あとは防水性能ですね。これらね、何も防水のハウジングをつけなくても、もう防水性能があって、水中に持って入れるんですけど、最大深度が、今までは 10m だったものに対して X5 は 15m になりましたので、よりね耐久性能もアップしました。で、重さに関してなんですが、 X4 が両方ともレンズガードつけた状態で 209g に対して X5 が211なので、ほぼ一緒ですね。特にね、重くなったわけでもないけど、性能は上がっているといったところになってきます。以上がね、ざっくりとしたスペック仕様になるんですが、今回の進化ポイントはこういったところからじゃあちょっとわからないところが多いんですね。なので、実際にどう変わったのかを見ていきたいと思います。まずはじめに一番わかりやすい大きな進化ポイントが、ピュアビデオモードの追加です。これによってですね、暗所での撮影がめちゃくちゃ綺麗になったんですよ。X5 を起動してメニューを見ていくとですね、これ、ピュアビデオモードというものがね、追加されています。これね、Ace Pro 2とかでもね、使えるものになるんですが、夜の撮影めちゃくちゃ綺麗に撮れるんですよね。実際に比較するとこんな感じです。X4 はね、そのピュアビデオモードが入っていないので、普通の撮影モードになるんですけど、もう明らかに全然違いますよね。もうめちゃくちゃね、明るく捉えられてるし、しっかりとね、ディティールが残った映像を撮ることができます。なので、もう圧倒的に暗所性能が、素晴らしく良くなりました。そもそもこの X5 ですね、トリプルチップをね、搭載しています。Ace Pro 2ですね、実際あるんですけど、こちらですね、この Ace Pro 2にデュアル AI チップがね、入ってます。2つのチップが入ってるんですよ。で、もともとこの X4 にもさらにね、チップが入ってたんですよね、AI チップが。で、それらが2つと1つが合わさって、ここに3つ入ってるトリプル AI チップをね、搭載してる構成になってるんですね。なので、その AI チップによって、ノイズリダクションとかもしっかりとかけることができて、夜をね、綺麗に撮ることができる。もう本当に今の技術を集約させたような、そんなね、モデルになっています。なのでね、暗所性能だけでもちょっと乗り換える価値がね、あるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、続いてがですね、さらにね、もう一つモードが追加されてるんですが、ピュアビデオモードの他にこのインスタフレームモードですね、これが非常に良くてですね、これちょっとレックしてみるんですけど、こんな感じで今ちょっと僕をね、認識していますよね。で、ここからこの反転、こんな感じで360度回転させて撮ることもね、できたりしますし、
であとは外カメリアカメとか入れ替えたりとか、あとはこれでバレルロールのね撮影ができたりとか、するんですよね。はい。でこれ何をしてるかというと、これただ単にね撮ってるだけじゃなくて、要はもうこれね MP4 でその動画を書き出してくれるみたいな、要はこのサイズだけで撮ることができます。ちょっと分かりにくいですよね。というのもこの360度カメラというのは、基本的にはですねもう全体を撮るんですよ。360度この二眼レンズを使って全体を撮る。なので後からねどこの部分を使うかっていうのを決めないといけなかったりとか、編集が必要になってくると。ただこのモードであればこうやって今撮ってるものだけをもうこれをね全部記録していくことができるんですよね。なのでもうこれをねそのまま使うことができる。でさらに360度全部撮ってるデータも両方撮っておくことができるんですよ。バックアップとしてっていうね、インスタフレームモードというものがね搭載されています。でこのモードに関してはさらにですねこのアスペクト比をね16対9か9対16をね選ぶこともできるし、もちろん解像度、8K はちょっとできないんですけど選べたりとかしますので、かなりですねすごく使いやすいモードになっています。なのでねインスタのストーリー用とかにねサクッと9対16でねもう編集なしで撮っておきたいみたいな時にそういった使い方ができるので、この機能ねめっちゃいいですよねだいぶとねこれ撮影のハードルがね下がるんじゃないかなと思います。はい。で続いてがですね iLog がね搭載されました。これはですね解像度が 5.7K とかであればね使用することができるんですが、ここからこの iLog をオフオンにすることができます。これによってちょっとねこう色が薄い状態でね撮ることができるようになるようなモードになるんですけど、ログ撮影をねすることができるようになっています。この X4 はできなくて X3 はできてたんですけど、また新たに5でできるようになりました。ただですねこれ推奨としては使わなくていいと思います。というのもスタンダードとログでね、撮ってでそのログを公式のラットでね色を戻した状態で比較をしてみたんですが、やっぱりディティールであったりとかちょっとログの状態だとガビガビだったりとか、そこまでねいいログではないです iLog が。なので無理して使う必要はないと思いますし、そもそもこのログっていうのはどういったねメリットがあるかっていうと、この動画も実はこういったログでね撮影をしています。でこのログを一旦元に戻すとこんな感じになって、そこからさらに自分が好みの色にできるようにチェンジさせると、このようにね自分が好きな色で表現ができる、色の編集がしやすくなる。あとは、ハイライトとかシャドウをねよりこう情報を持ったまま収録することができるっていうので、こう後処理がすごくしやすいね、そんな撮影方法になるんですよ。ただねこのログというのが、おそらく僕の推測では X3 とかから、同じログになっているっていうところなので、そんなにねこう画質が超綺麗ってわけではないんですね。で X4 でなくなって、ただユーザーとしてはログを使いたい、ただログ自体が更新されてるわけではないと思いますので、だったら X5 のダイナミックレンジすごくいいし、画質もめっちゃ綺麗やし、ちょっと色もねすごく良くなってるので、だったらもう普通にスタンダードで撮る、あるいはフラットとかちょっと違うプロファイルで撮って、そこからカラーグレーディングした方が綺麗になるかなと思いますので、一応ねログが追加されたということだけお伝えをしておきます。でですね内蔵マイクですね。はい。ちょっとこれ背面見ると分かるんですけど、ここの部分にね、マイク、このひし形のねマイクがあるんですが、これがねちょっとめちゃくちゃ綺麗なんですよね。内蔵マイクもアップデートされました。この AS Pro 2とかもね、ここのマイク部分が結構ねすごく綺麗な音声が取れるっていうところで評価していたんですが、このようなマイク性能があります。ちょっとね聞き比べてみようと思います。どうぞ。はい。ということでですね、今ですね X5 と X4 で撮影をしておりますが、音声の方はいかがでしょうか。今結構風吹いてるので、この風切り音とか込みでね、どんな感じかっていうのをねちょっと皆さんにね聞いていただければなと思うんですけれども、今ね両方とも音声をね、しっかりと取れているかなと思います。はい。いかがでしょう。ちょっと個人的に劇的なね進化というよりかは、ちょっとなんか声を太くなんか芯があるような気がするなぐらいにはなるんですが、多少進化はしているかなと思います。で実はですね X4 と X5 って、音声をですねマイクをワイヤレスマイクとか、DJI マイクミニとかあるじゃないですか。ああいったものを Bluetooth 接続ができるんですよね。このようなね360度カメラってこの自撮り棒でね、撮影することが多いんですよ。はい。こうやってそうするとマイクが遠くなってしまう。そういった時にワイヤレスマイクをつけて撮影すると音声が綺麗に撮れるので、そういったオーディオ設定っていうのは、X4 からできるんですけど、両方ともできるようになっています。でですねさらにもう一個大きな進化ポイント、交換式レンズになりました。今レンズガードがついています。こういったレンズガードがついているんですが、この X5 ですね、このレンズガードはもちろんなんですけど、ここのレンズ自体、これ自体を取って付け替えることができるようになりました。それがですねこんな感じのものですね。リプレイスメントキットと呼ばれるものになります。この中に替えのねレンズが1個入ってるんですね。ちょっとね僕も開封はしてるんですけど、こんな感じでこういったものが入ってて、ここの中にですよ、じゃん、レンズが入ってます。でこれねしっかりと取り付けできるような、ちょっとキットが入ってるんですけど、あとブロワーとかねウェットが入ってるんですけど、これによりですねレンズを変えれるんですよ。
だいぶこれ嬉しいというのも360度カメラの、欠点というか、仕方ないところで言うと、このレンズが変えれなかったんですよね。なのでちょっとこのカメラね、僕ここのレンズが傷ついちゃってるんですよ。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、ちょっとこれ落としてレンズ自体に傷がついてしまった。でこうなったらもう修理に出すしかないんですよね。ただこのキットがあることによって損傷したこの側面をレンズを交換できると。交換レンズのこの価格自体は6280円というところで、個人的には安いなと思います。めっちゃ高いわけじゃないかな。やっぱりね、修理に出す手間とかその発送とか考えたら、もうこれが届いたらさパッと変えれるし、で何よりも最悪壊れたら変えれるっていうね、そこ結構大きいと思って、ちょっと乱暴なね撮影ができるようにもなったような気がしますし、でそもそもこのレンズの強度自体も X4 から比べてだいたい 100%、2倍になってるらしいんですよね、このガラスの強度っていうのが。なのでよりこう壊れにくくもなってるし、で一応ねこういったレンズガードもねつけることができますので、撮影時はこれ取るべきではあるんです。画質っていうのがね、やっぱりこう一枚ねガードを挟むとこう画質がね最大限ではないんで、これあくまでこうちょっとねアングル見てる時ぐらいとか本格的に撮影する前に、外してあげてほしいなと思うんですけど、このようなねガードも取り付けて、使うこともできますと。でただね、この単品のこの X5 のものに関してはこのガードはついてないんですよ。 X4 は単品購入でもこのガードついてるんですけど、 X5 はついていないので、ちょっとここはね惜しかったなと思いますよね。もう壊れたらこれ使おうねみたいな、変えようねみたいなことだと思うんですけど、ただ一応ね両方ともこういった本当のガードっていうものはついていますので、持ち運びとかはこれをすれば全然問題ないので、両方ともこれはついています。ここは安心。ということでね、だいぶと違う感じてきたかと思うんですが、さらにですね UI とか操作体系も結構進化をしてきています。まずね起動速度なんですよ。こっち X5 こっち X4 でちょっと起動速度を測ってみます。全然違います。いきます。せーの。早い。で X4 つく。これぐらいね結構速くなってて、これはありがたいですよね。であとですね、レックをした場合にこのわかるかな、ちょっとねここタリーランプは両面ともついてるんですけれども、ここのねレックが画面内がちょっと分かりやすくねなったっていう進化ポイントもあったりしますね。であとはねわずかなんですけど、このメモリですね、メモリ残量とあとここのバッテリー表示がわずかに大きくなってて、ちょっと見やすくはなりました。でさらにねこの設定のアイコンとかもこっちの方がねちょっとその分かりにくいアイコンのものはちゃんと名称がついてるので、よりねこっちの方が分かりやすくなったような感じはしています。でジェスチャー機能とか音声制御もここでねコントロールできるし、一つね新しい機能が入ったんですけど、これひねって撮影オンにしておくとこれめちゃくちゃ良くてですね、例えばねこうやって棒で撮影するじゃないですか。こうやって取り付けて、で基本的にやっぱ伸ばすわけですよね、360度カメラって。そうするとレックしたいってなっても届かないんですよ。ただそういった時にですね、これを2回ひねるんですよ。1、2と。んならつくんですよね。わかる？ほら、レックされてるんですよ、今これで。めっちゃ良くない？で、さらに1、2とひねると止まるんですよ。良くない？これ。めちゃくちゃ良くない？こういったね、ひねって撮影っていうものがね、追加されて、これをね、設定で一瞬でね、これオンオフすぐできるんで、これね、考えられてますよね。で、あとはね、カスタムの Q ボタンがね、ついていたりとか、この辺はほぼ一緒ですね。側は若干ね、USB-C の位置がこの左だったものに対して、X5 ではこの右のね、下についてると。はい。ここについたみたいな変更点はあります。で、あとね、X5 で新モードがもう1個あって、これが、ドラレコですね。ループ動画みたいなものなんですけど、ドラレコモードにしておくと、ずっとこう撮り続けれると。で、古くなったものからファイルが消えていって、本当ドラレコのような仕組みで、撮影をね、し続けることができるようになったので、こういった機能も追加されました。はい、っていうのがね、主な進化ポイントになるんですけど、いかがでしょうか？結構進化しましたね。で、実際のね、画質比較とかもね、ちょっとこの後しようと思うんですけど、その前にですね、もう一つね、紹介したいものがありまして、それがね、インスタ360クラウドなんですよ。知らない間にインスタ360さんね、クラウドサービスを始めていました。ちょっとこれについてもご紹介させてください。これはね、様々なプランで、使えるようになるんですけれども、まず1個が自動バックアップですね。ストレージを 200GB ぐらい、クラウド容量をね、借りることができて、そこにちょっと保存していったりとかすることができますと。で、2つ目がクラウド編集とクラウド書き出しですね。インスタ360さんの専用ソフトのスタジオっていうものがあって、でそれをローカ
ルで今までねやっていたものがクラウド上でね編集ができる。だからこう PC のスペックに関わらなくなってくるし、書き出したりするのもクラウド上に済ませれるみたいな、ちょっと便利になるみたいな、こういったものもありますと。実際のねプランこんな感じになっていて、ベーシック、プロ、プレミアムと分けられていてですね、カメラのね最大購入金額、本体価格の15,000円引きというのはもうプレミアプランでしかありません。でこれらね月払いか年払いかでも金額とかかかってくるようになっております。逆にねありがたいこととしては、ベーシックの一番安い、年払いでも月払いでも両方とも 200GB のクラウドストレージがね確保できるので、なんか意外とこのバックアップはねいいのかなというふうに感じました。結局旅先でさホテルに帰ってバックアップ取るって結構めんどくさくないですか僕は割とねちょっとだるってなっちゃうんですけど、でもこうホテルに帰って Wi-Fi つなげたらそれが勝手にアップロードしてバックアップしてくれるっていうのは、結構いいですよね。万が一これをね翌日なくしてしまったとしても、それはクラウドに上がってると考えると、結構安全なのかなとかも思ったりするので、人によって必要があればちょっとねこれ検討してもいいのかなというふうに思います。はい、ということでね、ここからちょっとすごく気になるであろう、画質比較をねしっかりとしていきたいなというふうに思います。ちょっとねいろいろ比較してきたので見てみてください。はい、今ですねちょっととある公園で撮ってるんですけど、両方ともね 8K で撮影をねしております。いかがでしょうか。音声だけじゃなくてね、風が強いこの風切り音とかもどうかな。はい、これね結構ダイナミックレンジがね差が出るかもしれないし、色とか明るさのねこう出方とかもねもしかしたら変わる可能性があるんですけど、どうでしょうか。めちゃくちゃしんどいはい、今ね 8K の30フレームかなで両方夜の撮影をしていますが、ナイトモード明るすぎません？これめちゃくちゃ綺麗じゃない明らかにねナイトビューの X5 の写りがめっちゃいいもん。XO ねもうガビガビやな。さすがに全然違うな。で他にも、長時間収録をねちょっといろいろとね検証もしてみました。今回ねちょっとあえてね 8K でテストをしてみたんですが、 X4 が1時間11分48秒で、バッテリー切れになったのに対して X5 は1時間30分19秒までバッテリーがね持ったというような形になりますので、約20分弱ぐらい、伸びてますので、これはねそこそこ大きなねバッテリーの改善なのかなと思っています。熱停止というようなことはちょっと見れていなくて、環境がね20度前後ぐらいの、言うて涼しめのところになっちゃうので、ちょっと真夏の検証っていうのがまだできていないんですが、おおむね今はねこんな感じの結果になります。でファイル分割に関してなんですが、これら両方とマイクロ SD に記録するのでファイルが30分ごとに分割されてしまいます。ここはねちょっと改善はなくて、そういったことになるので、ちょっとそこはね長時間出力するともどかしいところではありますよね。はい、ということでここまでいかがでしょうか。気になる価格というところですよね。価格これ X5 単品価格が84,800円となります。どうでしょうか。この X4 がですね出た時79,800円だったはずなので、約5,000円アップという風になります。はい、据え置きではなくなった。でもね正当進化をしているので、レンズのね、交換できるようになっているので、そんなにねめっちゃ大きい値上がりではないような印象はあります。で逆にね X4 が今結構値下げされているんですね。この動画の撮影時の、確認価格が67,800円、だいたい12,000円オフぐらいになっています。インスタサンドクラスのすごくいいのが、過去のモデルもね併売してるんですよね。 X3 も X2 もなんならあるので、自分にとって必要なモデルを購入することもできる良さがあったりします。であとねこういったものがあるんですよ。じゃじゃん、エッセンシャルキットと呼ばれるですね X5 を購入するときにいろいろとまとめて購入ができますよというようなものがあったりしております。開けるとねこんな感じになっておりまして、すでに僕開けてるんですが、ここにメインのね、キャリーケースみたいなのが入ってて、ここをオープンするといろいろ入ってるんですよ。これが要は、X5 のこの単品用のカバーケースにもあるし、予備バッテリーですね、予備のバッテリーが1つと、であと USB-C ケーブルですね。これデータ転送充電ができるものと、あとはスタンダードレンズガードですね。ここに2つ入っていましたので、透明のクリアのレンズガードがここにも入っています。でこれはねここにもね収納できるようになっていたりする、結構これはね万能なキャリーにはなっています。であとはこの自撮り棒ですね、見えなくなるような棒が1つ入っているのと、であとはこの辺のねトリセツとか
ユーザーマニュアルが入っているといった形ですね。でこれらのセットでこのアクセサリーだけを見た時に23,000円ぐらいになるんですね。でそれを本体と組み合わせてまとめて買った方が得かっていうところで言うと、差額が3,300円ほどになります。なので、全部必要なのであればこのねセットで買った方がいいんですけど、ただねSD カードは入ってないんですよ。結構持ってる方多いと思うんですけど、マイクロ SD は入っておりませんので、マイクロ SD の場所も一緒でここにねあるんですけど、ここに入れて SD カード入れて記録するんですけど、それはちょっと別売りになっちゃうので、ちょっとここはね注意点ではありますよね。このエッセンシャルキット自体はね10万1800円という風になりますので、単品で買うかこのセットで買うかっていうのは、結構人によって分かれるところかなと思います。はい、ということでですね、だいぶとね、皆さんにお伝えできたかと思います。最後にですね、ちょっと注意ポイントとか、あとはインスタさんの熊田さんにぜひ改善してほしいというところをねちょっとご紹介して終わろうと思います。まずですね、今回アクセサリーの互換性がなくなっちゃいました。ほとんどなくなっちゃったんですよね。まずバッテリーも、同じように見えて全然違うので同じものが使えませんと。であとは防水ハウジングですね、ああいったものであったりとか、万能フレーム、ちょっとリグみたいなものとか、あとは急速充電ハブとかももちろんね使えなくなったので、 X4 のアクセサリー持ってたんだけど X5 を買うと同じものが使えないという風になるし、ここの両方を持ったとしても同じバッテリーを共存できないっていうのがあったりするので、ちょっとそこはね注意ポイントにはなりますよね。で一応ね今新開発のねマグネットシステムのアクセサリーもね作ってるみたいで、これもね多分発売されると思うんですけど、ちょっと僕手元にはないんであんまり見えてないんですけど、その辺も、構造が変わっちゃうので、互換性っていうのはなくなります。であとはねこの X4、X5 って 8K なんですけど、実質は 8K ではないんですよ。これ注意点です。どういうことかというと、要は両面で 8K 全部を取って 8K の画素数になるので、要は片目だけで使うとか、要はこの 8K 映像から切り抜いたり、要は9対16にするとかになってくると、それが 8K というわけではないんですよね。なので片目 4K ぐらいの画質感になるので、すごくねもう 8K を全部使えるっていうわけではないのは注意点にはなります。逆に言うとね、小惑星モードとか360度ならではの全部を撮るような映像だったら本当にそれが 8K ぐらいのね画質になるので、めちゃめちゃ綺麗なんですよね。なのでできる限り広く、素材をね使うとこう画質がこう密度となってそれが綺麗に見えたりするので、そこは結構楽しみ方にもねよるのかなといったところはあります。であと1個これね大きなリクエストなんですけど、内蔵 SD、はい。内蔵でね、メモリ欲しいですね。そろそろ。はい。特にこの X4 とか X5 ってね、カードへのアクセスがちょっと悪いんですよね。このバッテリーを抜いて、この SD が結構中にあるんですよね。で、ここをやって取れるみたいな。で、これ入れるのもちょっとね、はい。こんな感じで。できなくはないんですけど、ちょっとこれ手間なんですよね。せめて独立をしてほしいなとか思ったりはするんですけど、これがね、内蔵がないので、入れんの忘れてたみたいな時に取れなくなっちゃうみたいなことがあります。もう最近はねアクションカメラにも内蔵メモリがね入ってくるようになってきましたので、ぜひともね次回作ではよろしくお願いいたします。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回ねこのインスタ360の X5 をご紹介させていただきました。でこのね360度カメラって編集が難しいと思う方もしかしたらいるかもしれないんですが、今ね編集めちゃめちゃ簡単です。よかったらね編集を紹介してるね編集解説の動画も上がってますので、こっちも合わせて見てもらえたらと思うんですけど、360度カメラが編集難しいっていう事態はもうとっくに終わってますよ。もうこれ数年前からめっちゃねこのソフトウェアによって簡単になってますので、そこはね億劫にならずにチャレンジしてみてもねいいんじゃないかなと思います。でそれプラスで、今回からインスタフレーム機能とかもね追加されていますし、夜のね暗所性能も良くなりました。なのでかなりねラフに撮っていても綺麗にね撮ることができる、インスタ360さんのね大ヒット商品の、一番進化したモデルになりますので、これ一つあるとねすごくね楽しんだ撮影がねできるんじゃないかなと思います。X4 から僕はね結構完成してるなとも思いますので、この動画をね見てくださってる方にとって、どっちが必要なのかっていうところをしっかりと考えた上でね、もし購入をされる方は検討していただくのがねいいのかなというふうに思っております。去年出した X4 のねレビュー動画も概要欄に貼っておきましたので、よかったらこちらも見てもらえたらと思います。というわけで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。